雨でも柴犬はなぜカッパを着ないのか、その理由について、まず一つ目は、そもそもお洋服が嫌いだからです。雨が降ると街中に突如として現れるノーカッパ柴。あなたは見たことありませんか？私はあります。何度もあります。なんでカッパ着ないの？濡れるのが好きなのかな？そう疑問に思いますよね。雨なのにカッパを着ないというこの不思議な現象。実は柴犬にはよく起こりがちな柴犬あるあるなんです。カッパを着ない具体的な事情は柴犬それぞれにあるとは思いますが、中でも一つ大きな共通点として、そもそもお洋服が嫌い、これが挙げられます。というのも、柴犬は犬種として神経質で変化に弱いという特徴があるからです。普段から裸族、つまりお洋服を着る習慣のない柴犬に、今日は雨だからと言って突然カッパを着せようとしたらどうなると思いますか？そうです、嫌がります。柴犬は基本的に変化を嫌うので、やったー、今日はカッパだーとウキウキするというよりかは、やだ、いつもと同じスタイルがいいとノーカッパでお散歩に出たがるんです。さらにここで飼い主が無理にでもカッパを着せたとします。すると柴犬はどうなると思いますか？考えられるのは大まかに次の3つのパターン。1、まあ仕方ないかと奇跡的にカッパを受け入れ、普通にお散歩できる柴犬。このタイプ、おそらくかなり少ないのではないでしょうか。多くの柴犬はきっと次の2つのうちどちらかだと思います。2、テンションがだだ下がりして動けなくなる柴犬。3、ブチギレて不機嫌になる柴犬。これ2か3の場合、お散歩どころじゃなくなっちゃいますよね。こうして私たち飼い主は柴犬にカッパを着せるのを諦め、ノーカッパの状態でお散歩に出るわけです。実際に豆柴きなしゃんも今挙げた3つのうち2、テンションがだだ下がりして動けなくなるタイプの柴犬です。カッパを着せ、そして特にフードをかぶせると、その場で棒立ちになってうつむき、一歩も動かなくなってしまいます。カッパ以外のお洋服も苦手で、着せると一瞬で脱ぐか、そもそも着せられないように逃げ回るので、正直もうきなしゃんにお洋服を着せるのは諦めています。このように柴犬はお洋服が嫌い、そして変化が嫌いといった理由からノーカッパの状態になりがちです。次に柴犬が雨でもカッパを着ない理由2つ目は、トイレを優先したいからです。そもそもなんですが、柴犬が雨でもお散歩に行く理由って何だと思いますか？お散歩が大好きだから、お散歩しないと運動不足になるから、お散歩が欠かせない日課だから、これも柴犬によってそれぞれ事情があると思います。ただここで最もありがちなのが、トイレをお外でしかしないからという理由です。雨の中、トイレを目的にお散歩に出ている柴犬の場合、カッパを諦めることによってトイレを優先させていることが考えられます。というのも、先ほども少しお話ししましたが、柴犬は繊細でちょっとした変化でも気が散りやすいからです。カッパはただでさえ雨の日にしか着ないアイテムという意味で柴犬へ違和感を与えます。それに加えて、カッパ特有のカサカサした音や感触、見慣れないビジュアルも柴犬にとっては大きな刺激となり得るため、普段のお散歩ではスムーズにトイレができている柴犬でも、カッパを着ることによってトイレができなくなってしまうことがあるんです。しかし、こんな風に思う方もいますよね。別にトイレはお家ですればよくない？確かにそうなんですが、柴犬ってお家でトイレできない子すっごく多いんです。お家でトイレができないからわざわざ雨の中お外に出ているのに、カッパによる違和感でお外でもトイレができないとなったら、あれ、どこでトイレすればいいのってなりますよね。こうした理由からトイレを優先させるためにカッパを諦めるパターンがあるわけです。実際に豆柴きなしゃんも
お外でしかトイレをしないタイプの柴犬なのですが、カッパを着ている間はずーっとそわそわ落ち着かない様子で、いつもよりもトイレに時間がかかってしまいます。飼い主としては、キナシャンが一時的にびしょ濡れになることよりも、トイレを我慢してしまうことの方がずっと心配なので、あまりにもカッパが邪魔そうな時は、お散歩の途中でもカッパを脱がせてあげたりしています。このようにトイレを第一優先にしてやむを得ずノーカッパになっている柴犬もいます。トイレがお外派の柴犬ならではの柴犬あるあるですよね。続いて柴犬が雨でもカッパを着ない理由3つ目は、カッパ難民だからです。ここまで柴犬はお洋服が嫌い、そしてトイレをお外でしかしないという内容でお話をしてきましたが、もちろん柴犬によって個性は様々です。お洋服普通に着れるよ、トイレもお家でできるよという子も全然いると思います。ただそういった中でもこんなお悩みを持っている飼い主さんいらっしゃるんじゃないでしょうか。本当はカッパを着せたいんだけど、ジャストサイズのカッパが見つからないんだよね。柴犬のカッパ難民問題です。柴犬の中にはこうしたお洋服は着れるし、トイレも問題ないけど、シンプルに着れるカッパがないから着ていないという子も存在します。というのも皆さん、日本で日本犬が飼われている割合ってどのくらいか知っていますか？日本なんだからやっぱり日本犬の割合も高いんじゃないの？言葉だけで聞くとそう思ってしまいそうですよね。しかし実は現在、日本で飼われている犬の9割近くが洋犬だと言われているんです。つまり日本犬の割合はたった1割ほど。人間で例えるなら左利きの人と同じくらいの割合でしかいないんです。へえ、そうなんだ。で、それがカッパと何か関係あるの？あります。日本で飼われている犬のほとんどが洋犬ということは、つまり日本で売られているペットグッズのほとんどが洋犬向けに作られているということ。普通に市販されている既製品のカッパを着せようとしても、柴犬の体型にジャストフィットする可能性はかなり低いということです。ここで具体的に柴犬の体型の特徴を考えてみましょう。柴犬は日本犬特有のがっしりとした筋肉質な体型をしていて、特に胸周りからお腹にかけての張りが目立ちます。そのためカッパを選ぶ際は、思ったよりも大きめのサイズを着せないと胸周りがパーンとはち切れてしまうことが。さらに困ったことに、困ったという表現が合っているかはわかりませんが、柴犬の背中にはくるんと力強く巻いた尻尾がありますよね。胴回りに合わせて大きめのサイズのカッパを着せてしまうと、今度はカッパの裾が尻尾にかぶさってめくれてしまうんです。胴回りで合わせれば丈が合わず、丈で合わせれば胴回りが合わず、こんなジレンマによってなんかもうちょうどいいカッパ見つからないから着なくていいやと諦め、ノーカッパになるパターンもありえます。実際に豆柴キナシャンをお迎えして約3年、我が家でも未だにジャストなカッパを見つけられずに困っています。これまで4種類のカッパを購入しましたが、やはり胸の分厚さと丈がうまいこと合わず、お散歩中にはだけたら直して、はだけたら直してを繰り返しながらどうにかしのいでいる状態です。柴犬の体型って意外と特殊なんですよね。皆さんは実際のところどうしてますか？これおすすめだよというものがあればぜひ教えてくださると嬉しいです。柴犬が雨でもカッパを着ない理由4つ目は、どうせ濡れるからです。そもそもですが、雨の日にカッパを着る理由って何ですか？もちろん濡れるのを防ぐためですよね。となると逆に、カッパを着てもどうせ濡れるならカッパを着る意味ってなくなってきませんか？柴犬の場合、カッパを着てもどうせ濡れるからという理由でノーカッパになっているパターンも考えられます。というのも、どん
なにカッパをきっちり着てもどうしても濡れてしまう部位が柴犬にはあるからです。濡れてしまうのは主に出っ張っている部分、具体的には尻尾、鼻先、足先など。それに加えて今回ここまでお話ししてきた通り、柴犬は神経質で繊細な性格の子が多いので、まずカッパをきっちり着てくれることがあまりありません。フードが嫌いな子なら頭や耳も濡れますし、袖が嫌いな子なら腕や足も濡れます。するとカッパで守れるのはかろうじて背中とお腹くらいになってくるので、カッパを着せる手間を考慮すると、まあ着なくてもいいかとなるわけです。さらに柴犬はダブルコートと呼ばれる2層構造の紐を持っています。2層のうち外側の毛、オーバーコートには水を弾く性質があり、多少濡れたくらいであればブルブルと芝ドリルをして自力で解決できるんですよね。カッパを着てもどうせ濡れる上に芝ドリルである程度解決できちゃうのであれば、そもそもカッパを着せる意味ってかなり薄まってきますよね。実際に豆柴きなしゃんもやっとの思いでカッパを着せても、やはり雨の中お散歩に行けばどっちみちびしょ濡れです。正直カッパは着ても着なくてもいいような気がしてきます。きなしゃんは一応カッパ自体は着ることができるのですが、フードをかぶせると動けなくなってしまうのと、後ろ足を覆うタイプのカッパだとずるずると歩くうちに脱げてきてしまうので、いつもは頭を丸出しにした状態で袖がないタイプのカッパを着ています。これだと結局濡れちゃうんだよなぁと思いながらも、まあ多少は泥跳ねが防げるかなというくらいの気持ちで着せている感じです。このようにどうせ濡れるから、濡れても乾くからという意味でノーカッパになっている柴犬も多いかもしれませんね。ここまで柴犬が雨でもカッパを着ない理由を4つ考察してきました。あなたのワンちゃんに当てはまるものはありましたか？最後に一つだけ、豆柴きなしゃんが雨の日だけにするとびっきり可愛い行動を発表して動画を終わります。雨の日限定の可愛い行動、それは飼い主へのスリスリ。きなしゃんはお散歩中に雨で体が濡れ始めると、飼い主のそばまで寄ってきて体をスリスリしてきます。これ飼い主の服を使って体を拭いているんです。やめて、私が濡れちゃうよと思う反面、普段外ではスリスリなんてしてこないツンデレなきなしゃんが自らスリスリしてくるのがあまりにも嬉しすぎて、毎回受け入れてしまいます。結果、飼い主の服はびしょ濡れ、そして泥まみれに。嬉しいんだけど複雑です。あなたのワンちゃんには雨の日にしかしない行動ってありますか？ぜひコメント欄で教えてください。